皆さんは NIPT をご存知ですか？ NIPT とは、妊娠中のお母さんの採血でダウン症などの染色体異常を発見できる出生前検査です。流産リスクがなく、高い精度を誇りますが、日本での受験率は未だ 30% です。しかし、海外では主流な検査で、アメリカでは 90%、オーストラリアでは 80% の妊婦が受験しています。NIPT は、お母さんと赤ちゃんの未来を守るための大切な検査です。本日は検査前に聞きたい NIPT の疑問と題し、妊娠中の方々にとって非常に重要な検査 NIPT についてお話しします。今日は専門家のお二人をお迎えしております。まずはヒロクリニックの医師、広志先生です。こんにちは。よろしくお願いします。そして東京衛生検査所の検査技師、前野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず先生にお聞きします。改めて NIPT とは具体的にどういう検査なのでしょうか？ NIPT とは新型出生前診断と呼ばれるもので、妊婦さんの血液から胎児の染色体異常を調べる検査です。お母さんの血液を採取するだけでダウン症などの染色体異常のリスクを評価することができます。この NIPT は体に大きな負担をかけずに行うことができるので、お母さんや赤ちゃんに痛みやリスクはほとんどありません。海外では妊婦検診の一部として取り扱われているくらいポピュラーな検診なのですが、日本ではあまり主流ではないのが現状です。ダウン症という言葉は私も知っていますが、具体的にはどういう症状なのでしょうか？はい、男性女性が共通で持っている46本の染色体は1番から22番までの番号が付けられたものと2本の性染色体から成り立っています。その中でもダウン症候群というのは21番目の染色体が本来2本あるべきものが1本多い3本ある状態なんです。この原因は精子や卵子が作られている時に染色体の分離がうまく行われなかった時に起こるというふうに考えられているんですけれども、これがどうして生じるかはまだ明らかになっていないんです。ダウン症は顔つきや発達のスピードに特徴があり、心臓や呼吸器に合併症が現れることが多い傾向にあります。医療が発達している現代でも未知なことが多いんですね。では、ヒロクリニックの NIPT についてお伺いする前に、ヒロクリニックとはどのようなクリニックですか？ヒロクリニックは全国に NIPT 施設を開設している NIPT に特化したクリニックです。NIPT に精通した産婦人科の専門医の先生や出生前コンサルタント小児科医、臨床遺伝専門医などが在籍しています。 NIPT の他に体調が不安定な妊婦さんのためにビタミン点滴ができる美容皮膚科や出産後のお子さんのために小児科などがあります。 NIPT のことを調べると、よく認証施設や非認証施設などといったワードが出てくるんですが、違いがあるのでしょうか？ヒロクリニックはいわゆる認証施設ではありません。認証施設というのは日本医学会の中に作られた出生前検査認証制度等運営委員会が認定した NIPT 検査施設のことを指します。認証施設で NIPT を受けるには、過去に妊娠や出産の経験があることや超音波検査や母体血清マーカーで赤ちゃんに染色体異常の可能性があること、夫婦同伴での外来受診などいくつかの条件が必要なんです。さらに検査項目は21番、18番、13番染色体トリソミーの3つだけなんですよ。一方で非認証施設の場合、検査を受ける上での条件がないことが多いです。ヒロクリニックでも年齢制限などの条件は一切なく、希望された方はどなたでも検査を受けていただけます。検査項目についても21番、18番、13番染色体トリソミーだけでなく、全ての染色体について検査を行うことができます。認証施設では3回以上通院しないと検査をさせてもらえないと聞いたのですが、本当ですか？認証施設では十分な説明が必要ということで、数回にわたって夫婦で診察を受けることが義務付けられています。そこではカウンセリングを行うということになっていますが、通う負担が大きいですよね。そうですね。非認証施設で NIPT を受けることは何か危険なのでしょうか？認証外、無認可、非認定、無承認といった言葉により
NIPT の非認証施設が違法施設のようなマイナスの印象を与えますが、 NIPT 非認証施設も認証施設同様に医師が在籍し、採血などの医療行為を正しく行う医療機関です。非認証施設の検査制度を認証施設と比較しても差はないとされています。認証施設では患者は検査内容を選べないのでしょうか？全世界ではさまざまな検査が可能になっているんですが、21番、18番、13番染色体トリソミーの3種類しか検査をすることができないのが現状です。ヒロクリニックの NIPT ではダウン症の他にも検査は可能なのでしょうか？ヒロクリニックでは21番、18番、13番染色体トリソミー以外にも遺伝子の異常の検査が可能です。またヒロクリニックでは3つのトリソミー以外の上染色体の未数性や性染色体の異数性、染色体の一部が欠けたり重なったりしてしまう染色体部分結質重複と言われるもの、微小結質、劣性遺伝子疾患のスクリーニング検査といったあらゆる検査が可能となっています。認証施設では過去年齢制限があったそうですが、何歳の妊婦さんから検査した方がいいですか？年齢に制限は特にないですね。確かにダウン症などのトリソミーは妊婦が35歳を超えると急速に増えるんですが、後ほど説明する微小結質症候群というものに関しては妊婦の年齢は関係なく発症することが知られています。そうなんですね。他のクリニックにはないヒロクリニックの良さは何ですか？認証施設で検査を受けるにはいろんな条件があるんですが、ヒロクリニックが検査を受けるための条件は一切ありません。うちでは専門的な知識と技術でサポートをしていて、5万件以上の検査実績があるんですよ。多くの妊婦さんからうちの NIPT 検査を選んでいて、結果に対する不安や疑問にも専門のドクターとナースが丁寧に対応しています。結果の正確さと信頼性に満足してもらっているんです。また妊娠6週目から検査可能なので、早い段階で判断できるのも大きな利点ですよ。なるほど。では反対に NIPT のデメリットは何ですか？そうですね。もちろんデメリットは存在しています。NIPT というのはスクリーニング検査と呼ばれる、簡単に言えばですね、病気や健康状態の異常を早期に発見するために行う検査ですので、確定診断ではありません。もしも異常が見つかった場合には精密検査が必要になります。ですので確定診断として扱うことができないのがデメリットと言えるでしょうね。早期 NIPT 検査とはどういったものなのでしょうか？早期 NIPT 検査とは、妊娠初期、大体妊娠6週くらいで NIPT 検査をすることで異常がある場合はより早く情報を得ることができるというものです。早く情報が得られるということは、必要な医療的サポートや次のステップへの準備時間が増えて、心の準備も可能となります。また早期に検査結果を手に入れることで、妊娠を続けるかどうかや他の選択肢についてじっくり考える時間が増えるんです。これによって妊婦さんとその家族はより慎重な判断を下すことができるんです。特定の染色体異常には特有の管理や治療が必要となることがありますので、迅速な医療介入を行うことができます。ここからは検査技師の方にもお話を伺っていきます。まずヒロクリニックが検査を依頼しているのが東京衛生検査場なんですよね。ヒロクリニックからの検体を国内にある東京衛生検査所で検査を行っております。検体は検体受領から結果送信まで全てバーコードで管理をしているため、人的ミスの非常に少ない迅速な検査結果のご提供が可能なんです。国内で検査を行う場合は、血液を海外に輸送するときに起こり得るリスクを回避できます。そもそも染色体の異常というのに種類はあるのでしょうか？はい、染色体の異常は数的異常と構造異常とに大きく分けることができます。数的異常とは、本来2本ペアである染色体が3本に増えてしまったり、逆に1本に減ってしまったりすることで生じます。21番染色体が3本になってしまうことで発症することが多いダウン症候群は、染色体の数的異常が原因です。構造異常は染色体の数は正常ですが、染色体の一部が欠けていたり重複したり
位置が入れ替わったりすることで遺伝子の働きに異常が生じます。知的障害、低身長、痙攣発作、心臓の病気、口外裂などさまざまな疾患を引き起こす異常もあります。そうなんですね。先ほど先生がヒロクリニックでできるさまざまな検査項目をおっしゃっていましたが、詳しく教えていただきたいです。まず性染色体の異常はどのようなものがありますか？また異常が起きると赤ちゃんにはどのような症状が出るのでしょうか？そうですね、有名なもので言いますと、2つの X 染色体と1つの Y 染色体を持つクラインフェルター症候群という疾患は、とりわけ頻度の高い性染色体異常です。生まれてきた男の子でクラインフェルター症候群を発症する確率は約500から1000人に1人の割合と言われていますね。言語能力に遅れが見られたりだとか、計画を立てることが困難になるんです。他にも正常な X 染色体が1本しかないターナー症候群という疾患は、受精卵ができてそれが子宮内に着床する時点で発生していることが多くてですね、その 99% が自然流産すると言われるほど流産確率が高い疾患です。出生頻度は約2500人に1人の割合と言われていて、聞いたことがない疾患名かもしれませんが、意外に多いんです。生まれてきた場合には翼状系や手の甲、足の甲の腫れ、幅広い胸など身体的特徴を持って生まれることが多いですかね。性別に関する染色体異常というのが多いですね。では微小結質とはどういったものでしょうか？微小結質とは、染色体の一部がとても小さなサイズで結出している状態を指します。これは染色体全体ではなく一部が欠けているため、構造異常に分類され、小さな結質でも重要な遺伝情報が失われることがあります。これにより特定の遺伝子が正常に機能しなくなることがあり、その結質サイズと結質位置によって精神地帯など発達地帯を伴うさまざまな症状と重症度の判定が行われます。また微小結質症候群の多くは自然発生的なものであり、母体の年齢に関係なく発症すると言われています。つまり若い方から高齢の方の妊婦さんにおいても検査する価値がないとは言い切れないということです。なるほど。それはどのような影響を及ぼすのでしょうか？微小結質はさまざまな先天性疾患や発達障害の原因となることがあります。例えば一番頻度の高いものだと微情児症候群という疾患があります。この疾患は日本では知的障害を有する生存数としてはダウン症に次いで2番目に多いとされている疾患です。症状は免疫不全、先天性心疾患など手術が必要になることがあります。これらの疾患は特定の染色体領域の結質によって引き起こされるため、早期発見と適切な対応が重要です。劣性遺伝子スクリーニング検査をおっしゃっていましたが、これは何でしょうか？劣性遺伝子疾患とは、一対の遺伝子療法に変異があると発症する疾患のことです。ヒロクリニックでは228種類の劣性遺伝子疾患を調べることができます。この検査では両親の遺伝子を調べるために母親と父親の口腔粘膜から遺伝子を抽出し遺伝子解析します。両親が同じ場所に遺伝子異常を持ってないか検査することにより、子供に遺伝する可能性のある疾患を広範囲に調べることができます。例えばもし両親が同じ遺伝の異常を持っている場合、その子供は劣性遺伝子疾患を発症する確率が約 25% とリスクが高くなる。この検査結果が陽性の場合、確定検査として羊水検査が必要となります。劣性遺伝子疾患で異常があった場合、どのような影響がありますか？
よく知られているものだと難聴があります。先天性難聴の方の 50% 以上は遺伝と言われており、1000人中1人の割合で生まれるとされています。染色体部分形質重複とは何でしょうか？染色体部分形質重複というのは、いわば染色体の構造異常の一種です。この異常では染色体の一部が欠けている、または重なっていることを言います。これによって遺伝子構成に変化が出て、身体や知的発達に影響を与えることがあります。例えば身体的な特徴の異常、発達障害、知的障害、先天性心臓病などです。ここまでたくさん NIPT についてお伺いしてきましたが、ヒロクリニックではどうしてこんなに検査プランが多いんですか？はい、ヒロクリニックではそれぞれのライフスタイルに合わせた選択肢を用意することで、全ての方が安心して利用できるよう配慮しているので、さまざまなニーズに応じた幅広い検査プランをご提供しています。例えば基本的なダウン症を調べられる染色体異常の検査だけでなく、微小形質やその他の遺伝子異常を検出するオプションも用意しています。さまざまな検査項目が提供できるよう、専門家が常に最新情報を探し出して、国内にある東京衛生検査所と情報共有をしています。東京衛生検査所では常に遺伝子研究や各種検査について調べ、最新の情報を取り入れることで、このようにたくさんのプランがご用意できます。国内とおっしゃっていましたが、国内検査と国外検査では違いがあるのでしょうか？国内検査は採取した血液が短時間で検査所に運ばれるので、輸送における破損や紛失のリスクが少なく、結果の報告までにかかる時間も短くなります。さらに日本の検査所は厳しい医療基準に従って運営しているので、信頼性の高い結果が保証されます。一方、国外検査は長距離輸送が必要で、検体の劣化や盗難のリスクが高まります。乱暴に扱われて採血管が割れてしまったり、空港の検問で時間がかかり、血液が劣化して検査できないなどということもあったりします。過去に原因がわからないまま2週間ほど待たされたという事例もありました。また国内検査では結果報告が日本語で提供されていて、言語の壁を感じることなくスムーズな対応が可能なのですが、海外では報告書が英語で書かれているので理解に時間がかかることがあります。このように国内で検査をしているか海外で検査をしているかは大きな違いがあるんです。確かに不安に思っている妊婦さんにとって早く結果が出ることはすごく重要ですね。なぜヒロクリニックは結果が出るのが早いのでしょうか？クリニックからはバイク便、航空便を使って迅速に輸送を行っています。東京衛生検査所が国内にあるので、海外に輸送する時間を短縮することができます。また検査所では次世代シークエイサーと呼ばれる最先端の機械を3台使用して毎日検査を行っているため、皆さんのもとに早く結果をお渡しできます。では最後にヒロクリニックで NIPT を受けることを検討している方にメッセージをお願いします。大切なポイントは、まず自分自身の状況やニーズをしっかりと把握することです。それぞれの経済状況や要望に適したプランを選ぶことのできるヒロクリニックの検査は自信を持ってお勧めすることができます。また NIPT は妊娠初期における胎児の健康を知るための安全で正確な方法です。受けることで妊婦さんが抱える不安やストレスを軽減することができます。またもし胎児に何らかのリスクがある場合、早期発見によって適切な準備とサポートが可能となり、安心して出産に臨むことができます。お腹の赤ちゃんの健康を最優先に考え、安心して妊娠生活を送るためにも NIPT の受験を検討していただけたらと思います。本日は NIPT について詳しくお話をお伺いしました。ヒロクリニックのさまざまな NIPT の検査と遺伝子について理解が深まりました。広志先生、前野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。